はい、皆さんこんにちは。アニメシルクの室井康です。上手い人と上手くならない人の差はもうこれだけなんですよ。細部を見てるか全体を見てるかっていう、もうこの差です。例えば手の描き方で言ったら、指一本一本をバラバラに見ちゃう人は、はっきり言って上手くならないです。すいません申し訳ない。そうで、手をバラバラではなく、一つの塊として見れる人は上手くなるんですよ。もう超シンプルなんです。だから人間の体だったら、頭、両手両足で5つに分割されてるんですね。すごくざっくり言うと人手みたいな形ね。人間の体をバラバラの手足4本頭1個の5個のポイントとして見ちゃってる人は上手くならないんですよ。人間を一塊として見る人が上手くなるんですよ。で、これ全部同じです。この景色見た時に、この細かいですね、細かいものを見てる人は描けないんです。例えばすごく細かく描かれた髪の毛あるじゃないですか。あれもね、一本一本見ちゃってる人とか、細かい線の塊だと思ってる人は上手くならないです。というか、上手い人って、じゃああれどうやって描いてるかっていうと、ボリュームとか全体のサイズ感で見るんですよ。で、これはアニメーターもそうです。実は髪の毛を一本一本の線だと思ってたら、あれね、うまく描けないし、アニメーションだと特にね、ボリュームのキープっていうのができないんですよ。だからどうするかっていうと、塗られた時をイメージして、ボリュームをイメージした輪郭線みたいなものを最初描くんですよ。で、そこから徐々に束にしたり、まずは細かい束に分ける、さらに内側の線をキャラクターによっては引いたり引かなかったりするという風に、一本一本の線だと思ったら、もうあれはもうアウトなんですよね。描けないんですよ。これ全部同じです。そう。服のシワだろうがですね。例えば、服の襟ってあるよね。襟皆さんうまく描けますか？難しいですよね。あれね、左右バラバラの襟だと思っている人ってあれね、もう襟もアウトなんですよ。あれ、襟っていうのは左右一つの塊として見ます。だってあれバラバラで分かれてるじゃないですかってね。そうじゃないです。首の裏を通って襟ってつながってますね。例えば皆さんよくやっちゃうのが、もうまずそもそも右と左でテンションが変わっちゃう人いますよね。同じ襟に見えない、同じ袖に見えない、同じ人間の左右の体に見えないという人はですね、もう左右でバラバラに見てるんですよ。そうじゃないんです。左右同じものとして一つの塊として見る。あとその、方法で言うとですね、いろいろあって、左右交互に書くっていう方法もあります。左右交互に書いたりとか、左右一塊で、ぐるりとですね、回り込みまで意識するっていう書き方もあるし、じゃあもう私は生まれ流れにしてバラバラに見ちゃう癖があるからアウトですかっていう人はですね、そんなことないんですよ。そういうところをですね、皆さん模写で勉強するんですよ。ね。上手い人の手の形を真似して描いてください。で、その時に、ただ真似するんじゃなくて、上手い人とはいかにその視野が広くて全体を、支配するような意識で描いているかっていうポイントを意識しながら模写するんですよ。ね。ここまでざっくり全体を捉えてんのに、全体を支配できるんだ、すげえなっていうね。そういうポイントでぜひ真似するんですよ。わかります？この感じ。うまい絵を模写するときにもうこれも一つねここからなんですけど、やっぱバラバラに見てですね、細かい線のですね再現、格子書きをしようって僕ね、最速本でも言ってますね。格子書きっていうのはキャラクター、描きたい対象全体をですね四角で区切って大体の配置をですね真似するっていう書き方なんですけど、これのポイントは細かい線を再現することではなくて、まず全体のシルエットを再現することなんですよね。全体これ言って台形なのかな、上広がりの三角形なのかなとか、まずもってこれ全体的にどんな形してるみたいな、そういうところから攻めるんですよね。細かい部分を無視した形、ね、は実は後で再現できるんですよ。皆さん例えばダッフルコート着てる女子高生とか描けますかいきなりですけど、ダッフルコート着てる女子高生はですね、下広がりの細長い台形なんです。もう超シンプルです。で、そこからスカートというかコートの下からですね、足が出てればですね、これダッフルコート着てる女の子になります。超シンプルな形で押さえてる人って、その特徴をですね、すごくドットの粗い解像度の低い情報データとして蓄積することができるから、
いつでもこう解凍してディテールを書き足して復元して複雑な情報にできるんです。だから上手い人ってすごく記憶力が良くて、すごくなんか頭が良くて、なんか僕とは違う脳みそしてるんだ、あいつらはなんか絵描き脳だから俺と違えんだって。まあ確かに違うかもしれない。それはどこがどう違うかっていうと、いろいろ誤差がありますっていうか間違いがあります。すごい記憶力がいいわけじゃないんです。全体をすごく抽象的にざっくりと、しかもある程度の比率っていう感じで抑えてみてるんですよね。そこが違います。